皆さんこんにちは、キキです。お元気ですか？ご飯食べましたか？ご飯もごそよ。はい。ちょっと今日はね、ゆっくりモッパンをしたいなと思うんですけど、モッパンしながらお話ししたいなと思っております。私の動画結構トーク多めなんですけどね、今日は特にリラックスして見ていただけると嬉しいです。ご飯まだの方、一緒にご飯動画見ながらね、ちょっとご飯食べませんか？今日本当は友人と夜ご飯食べに行く予定だったんですけど、仕事が入っちゃったみたいで、私も夜ちょっと作業したかったので、ご飯会は延期になりました。でね、チキンをね本当は食べに行く予定だったんですよ。なんでもう今日のご飯どうしようかなと思って、なんかもう口がすごいもうチキンだったので、もうチキン買っちゃいました、帰り。はい。ちょっと今から今日のご飯をお見せします。本日のラインナップはこちらでございます。こちらからトマトスープ残り物、こちらもあるやつで作った、ニラえのきキムチチヂミ風です。なんか全然チヂミの素使ってないんですけど、片栗粉と卵で固めました。焼きました。でこちらがお目当てのチキンでございます。やったー嬉しい、久しぶりに買ったここで、そしてなんかおまけのペプシ、うわーペプシ、そしてこちらもついてきました。大根のお漬物、そしてちょっと変色してあります当店ですね。玄米じゃないわ、麦を使ってるのでちょっとねご飯変色しちゃうんです。すいません、ちょっと美味しいですはい、ということで、なんかさ、モッパンしてる人画角むずない？なんか映れへんよね、全然さ。これさ、顔も半分むず。はい、いただきます。このチヂミはですね、めっちゃこれヘルシーやし最高に美味しいんですよ。こちらポン酢をかけていただきます。ヘルシーやけどでもお腹いっぱいになるんで超おすすめです。めっちゃ簡単ですよ。なるべく自炊を心がけてるので、マジで外食はねしない。お酒も飲まないし、高いじゃないですか、まず。だから憧れはありますけど、なんか自分が酔っ払うのがちょっと怖くてもしねめっちゃ迷惑かけたら嫌なんで、だからお酒は飲まないですね。なんか記憶飛ぶぐらい飲む人いるじゃないですか。だからすごいなと思います、その勇気。私絶対もうできへん真面目。確かにね、作るのめんどくさいですよ。めんどくさいですけど、でもやっぱりね、満腹感がね違うんですよね。なんかもう本当に最近めちゃくちゃ寝不足続きで、たまにね、1週間のうち、2日ぐらいは寝れてるんですけど、それ以外が本当に寝れないの。季節の変わり目っていうのもあって、寝た気がしない。ちゃんと寝てるのがだいたい2時間とかなんで、もうだから何ですか、眠れるようになるツボみたいなその YouTube があるんですけど、もう私はね徘徊しまくりました。ありとあらゆるねものを試したけど、なんか、確かに寝れたやつも中にはあったけど、ほんまにぐっすり寝れるかって言われたら途中で目覚めたりするから、って感じかな。よし今日は寝るぞと思って10時ぐらいに布団入って、で結局なんかずっとね意識があるまま、意識はずっとあるけど、私起きてるなっていうなんか自覚があるんですよずっと寝られへんと思ってパッて携帯見たら2時とかなってて、やばいもう2時みたいなんで、そっから眠れるツボみたいなのを探すけど、結局なんかもう3時ぐらいになって、で気づいたら、5時ぐらいになってて、2時間寝れたわみたいな感じなんか共感者いますかこれ私モッパン向いてない。食べながら会話がねできないんですよ。向くよできない。
基本的に私は不器用ですね。チキン食べるで。マジした。うまい。やっぱチキン最高。でさすがに一人で食べたらちょっとおデブになっちゃうので。チーズ。あかん、美味しすぎる。幸せ。やっぱ友人と、ご飯行ったり、友人とのその時間っていうのはめちゃくちゃ特別なんですけど、家でこうやってなんかご飯食べれてほんまに幸せ。てか全然話変わるけど、皆さん最近恋愛とかしてますか？恋愛、人をもちろん好きにはなるんですけど、始め方が分からなくなってきました。なんか出会いのきっかけってやっぱり学校とか職場とかねだと思うんですけど、偶然隣の席で話があってとかね、有名なハンカチ落としましたよみたいなねあったらいいんだけどね。本当になんかそういうきっかけがあればね、前の動画でも言ったかもしれないですけど、お顔がねお美しいとなおいいですけど、でもお付き合いするイコール結婚タイプなので、なんか私の親も結構その結婚生活でいろいろ苦労はしてきてて、それを見てるので、だからよりこう危険に考えちゃうというか、考えすぎて逆に良くないんですけどっていうのと、今まではやっぱり自分の活動で、精一杯っていうのもあったから、だからそれに支障が出るぐらいならやっぱりお付き合いしない方がいいし、でも結婚するって分かってたらそこは安心できるから気にしなくてよくなるというか、もちろんね相手のことは好きなんですけど、もう両方頑張れるかなと思って、そうだから結婚につながる恋愛を今まで求めてきたんですけど、なかなかねこの人っていう人には出会わないですよね。私が厳しいんかなと思うけど、別にそんな言ってるけど、別にほんまにそうかって言われると意外とそうでもないんですよ。職場とかでお話があって、その人とのその結婚した後の姿、未来がビジョンが描けるのであればお付き合いしたいなって思うのでね、顔重視ではないかなって感じですね。難しいですよね、恋愛って。どうやってみんな恋愛してるんかなって思いながら、今カフェで働いてて、ね、いろんなね素敵な人ももちろん現れるし、でもそこで連絡先交換とかねできないですよ。できないですよね。その先好きになるかは別として、まずどんな人かなとかやっぱ気になるじゃないですか。一歩踏み出さないとやっぱ始まらないわけじゃないですか。この人って思ったら自分から話しかけれるんですけど、私男女問わずこの人と仲良くなりたいと思ったら自分から話しかけれるんですけど、でも微妙かも。嘘時と場合による。本当に結構頻繁に来てて、でお互い顔も知ってて、言葉も交わすぐらいだったらもしかしたら連絡先聞けるのかもしれないですけど、その後がすごい気まずくなってしまうんじゃないかって私はちょっと思っちゃって、でそこまでの人が
れないので、もうめちゃくちゃこの人気になるって人が現れないから、だからそんなことにはならないんですけど、なんか私こういう活動とかだとめちゃくちゃいろいろ冒険するんですけど、なんかそういう恋愛とか、例えばさっき言ったお酒とか、なんかそういうものに関しては全然冒険しないんですよ。めっちゃ構える。好きなタイプとか言ったら、でも結果やっぱ好きになった人がタイプかな。身長が165センチなので、まあ同じぐらいか、まあ、できればですね、できれば背は高い方がありがたいですよね。その人がすごいいい人だったら、私より低くても全然大丈夫。私が別にね、そのスタイル言うわけじゃないから、だから人のこと言えないなと思って、だからその容姿に関しては、まあ、言う権利はないなって感じですね。なんかやっぱりでもこうね、好きな人ってなったらやっぱかっこよく見えてくるじゃないですか。フィルターがかかるってよく言うじゃないですか。本当にそうだと思います占いでね、結婚の相手がもしかしたら日本人じゃないかもしれないみたいな感じで言われたんで、韓国の方かもしれないし、まあ、日本の方かもしれないし、言ってくれへんのかいみたいなね。まあでもね、知りすぎても面白くないから楽しみにしてます確かになんかこう占いってなんかまあ楽しいけど、やっぱりなんかこうね、知りすぎるとなんかこう、もちろんそうなりたい、なんかそれに向かって頑張れる人もおると思うけど、なんかそれいい結果聞いてなんかだらけたらあかんなと自分でめっちゃ思います。なんか結果が良かったからだから大丈夫やって思ってなんかこうダラダラしてるとやっぱ叶わない、叶うもんも叶わんくなってくるかなと思うので、だからやっぱり何事もバランスですね。大事ですよね。はい、ということでご飯を食べ終わりました。もうめちゃくちゃお腹いっぱいでめっちゃ眠いので、ちょっと今から寝る方向でちょっと動いていきたいんですけど、また次の動画でもこの、まあ、ちょっと続編みたいな動画出すんですけど、まあ、今日は一旦これで終わりたいなと思います。はい、新学期が始まりますね。もうちょっとで。楽しみですか皆様。どうですか？ドキドキしてますか？私はまあちょっといろいろあったので、あったからこそなんか新たなこう目標が新たな目標というか、なんかクリアになったことがあって、今年中にできれば Apple Music かSpotify で自分の曲を配信する目標がクリアになってきました。Apple Music ってどうなんだろう、なんか条件があるのかな、わかんないんですけど、いい方法が見つかったので、それでもしかしたらうまくいけばその配信ができるかもしれないので、皆様に綺麗な曲を綺麗なね音で配信できるかもしれないので、ちょっとできるように私は頑張って行動していきます。楽しみにしててください。はい、頑張ります。なんかいろいろね終わっていくこともあるし始まることもあるので、本当にこの過程を大切にしながら前に進んでいきたいなと思います。いろんなことがありますけど、目標があればどんなことも頑張れちゃうので、はい、ということで今日はこの辺で失礼いたします。私のモッパンにお付き合いいただき本当にありがとうございました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。キーでした。